今回は皆さんお待ちかね、東方ロストワードタワーランキングを解説していくぜ。そして今回、この企画をやる上で最もふさわしいゲスト講師を呼んできたんだ。東方キャラをセクハラしてきた数は、マリサの弾幕の星の数を上回る。ゆっくりスクールのゆっくりレイム部長です。東方蜃気楼のドット背景にいる長エイクを見るとかなり胸がでかいことがわかる。どうも皆さんゆっくりレイム部長です。いきなりマニアックすぎるセクハラ。今回はこのレイム部長と共に東方ロスはキャラの中で誰が大きな人類の希望を持っているのか講師してもらうからお楽しみに。では早速部活動開始だぜ。それではまずはじめに紹介する、東方ロストワードタワーランキング第9位は、美穂のブルボンも凌駕する黒駒咲です。その子馬娘の人気キャラですよね。まず黒駒咲は、畜生界の4大組織の一つである慶賀組の組長だよな。つまり狼霊にとっては上司、カワウソ霊と大足霊にとっては敵組織の上司ということになるんだぜ。元ネタは黒駒、聖徳太子の電気聖徳太子伝暦の説話に登場する黒い春目ですよ。服はパフスリーブの水色プラスピンクプラス茶色チェックの布地を三角の縫い目で繋ぎ合わせたワンピース。その下にはカーキ色に近い色のミニスカートを着用。それで先が胸が豊かになったのは、原作の図絵からも肩出しの胸がかなり開いた服装となっていることから、大きく描かれるようになったと思われますね。確かに図絵にしてはかなりセクシーな服装だな。あとは同期に同じヤクザの組長吉長やチェが胸がスレンダーなことからその対比としてでかくなるんですよ。そして元ネタの馬からも来ているのではと思われますね。よく牛馬と昔から言われているので、牛と馬はワンセットなことから同類の動物であると思われることがあるからってことね。そう、このように先は私たちの夢が詰まった要素を豊富に持っていることから豊かになったサラブレッドなんですよ。納得しすぎてやばい。ちなみに弾幕神楽の先も胸がたわわとなっていましたね。それにしても素晴らしい大きさだよ。しっかり谷間ができていて、下乳も作れていることから本物のデカパイですね。ここまで語れる自信なかったからラーメンおごりでレイム部長に頼んでよかった。ちなみにネット民のコメントでは、イケメンタワーの薄着咲ちゃんとかあまりにも理想すぎて好き。このパイオツで対象年齢3歳以上は無理でしょ。といったような反応がありました。確かにボーイッシュなのにスタイル抜群ってたまらないよな。いいデザインセンスだぜ。そういえば4大組織で先の下に行ったものの9割が、組長のスタイルが良かったかららしいぜ。いや狼レイタワー好きかよ。それでは次に紹介するタワワキャラは、みんなのお母さんの聖白蓮。忘れちゃいけない LBC の代表選手だぜ。ロスは母音キャラ代表選手ってなんだよ。ただ8位でも十分すごいんだが、あの白蓮ならもっと上な気がしたぜ。なぜかロスワの白蓮は若干控えめ。僧侶だから控えめにされたのでしょうか。まず聖白蓮は、好戦的な妖怪を受け入れていて妖怪たちから慕われているんだぜ。一輪からは姉さんと言われていたり、村佐船長は恩師として慕われているよな。そのため母性感が強く母親キャラとして定着されていますよ。さらに服装は胸のところが網網となっていて、強調されていることからも二次創作ではよく胸が大きくなりますね。特に格ゲー作品のドット絵ではこれぞたわんだわと言わんばかりに揺れているんですよ。あれを直接拝みに行くために妙蓮寺に行ってみたい。また僧侶で魔法使いにもかかわらず、超人的なパワーとスピードを生かした接近戦に強いというギャップの塊のようなキャラなんだぜ。またカイラストワード100キロで空をかけろを発動させると、白蓮が黒のキチュンキチュンのライダースーツを着るのですが、珍しく公式的に谷間が確認できました。このようにピチピチ度が増したライダースーツによって精配が目立つようになったことや、溢れんばかりの母性感から、二次創作界では白蓮イコール母音キャラというのが定着していますよ。ロスワでは結構控えめなんですが、それでもやはり精配はすごい。白蓮といえばライダースーツなんですが、ロスワのライダースーツ衣装を見ると、かなりのものを覗かせているんですよ。がっつり横乳が見えて、これはすごいぜ。またウェディングドレスでは胸を控えめに見せるオフショルダータイプのウェディングドレスにもかかわらず、非常に大きいことがわかる。あと下乳ができていないことから、おそらく白蓮はミンタカパイなんでしょう。ちなみにミンタカと箱馬間のロケットの相性のことです。ということで、東方ロストワードタワーランキング第8位は、バランス整った完璧で瀟洒なスタイルの本命輪です。昨夜の二つ名を奪うんじゃありません。本命輪は言わずとずれた高馬間の門番ですよね。原作のドット絵からも背が高く、スタイルがいい中華妖怪、また性格は三面ボスらしいお姉さんキャラなのも後押ししているんだよ。そのことからタワワキャラになりやすいキャラ、東方公式漫画、東方地霊記伝でも谷間ができるほど胸が豊かなことがわかりますよ。おお、公式的に認められた目いっぱい。また昨夜がスレンダーになりがちなことから対比ででかくなりますね。こっそり羨ましがる昨夜とか好きだよ。ロスワの本命輪も初期の頃からでかい。ただし、珍しいバランスタイプの妖怪のためか足の方にもスキルを振られているので、さっき紹介した白蓮や先の方がでかい感じがしていました。確かに露出の少ない服を着ているからかもしれないけど、白蓮や先の方がでかい気がするな。
しかし最近出た新衣装で大革命、おそらくバストアップされていいのではと思われます。4000年の歴史を乗り越えて未だに成長しているだと。そう、この衣装が出たことで本命輪の胸のサイズ感がわかりやすくなり、色々見直した結果8位とさせていただきました。それにしてもこの衣装シリーズは S すぎる。わかるよ、イベントのサンズの川に伝説の模型レムベンベをやるのが辛いんだよ。あと片方だけ丸見えっていうのがさらにセクシー度を増しているんだよな。おお、マリサさんいいところに目がつきましたね。私と同じように素質があるんじゃないですか？何の素質なんだよ。ちなみに、同じくこの衣装を獲得したコマクサ産業もいいですよね。昨日私のところで話した通り、コマクサ産業は公式漫画で片方肩出しを披露するというセクシーな場面も見られたので、この衣装を獲得したのでしょう。ちゃんと着物となっていて右肩の肩出しも同じになっていますよね。なるほど。S に対する考察が鋭すぎてすごい。ちなみに盤石なるデーモンズゲート本命輪は童貞殺しのニットとなっていますよ。胸の矢印が何を指しているのか気になるんですが、ちなみにこちらの衣装の反応としては、長らく待たされた名輪の新衣装。我々は3年間待ったのだ。この表情が私に生きろと言ってくれている。といったように人生観を変えるぐらいの影響力を持っていることがわかりますね。プレイヤーの皆さんも背水の陣になれたようでよかった。ということで、東方ロスワタワワランキング第7位はこちやさなえです。さなえは LBC 人間組タワワキャラの代表選手だぜ。人間組派強化選手ばかりです。ただし最近 C さんマリサが頑張っているのでスカウトしようと思っていまして。LBC 代表選手集めて何する気だよ。そもそもこちやさなえというと公式的にも胸が豊か。珍しく図絵でも胸が大きく描かれていて、制作者お墨付きですね。やっぱりレイムにはない北条の巫女っていうのが強かったんだろうな。そしてどのロスはさなえもなぜかタワンな揺れを強調されているんですよ。コシヒカリのように相当もちもちと見た。素で何言ってんだよ。さなえはたくさんの衣装があるのですがやっぱり10代ぐらいのキャラだからか露出度の高い服がなく、判定が難しいんですが、一つだけあったんですよ。それは転生衣装。無駄に名言風に言わないで。胸元が開いたウェディングドレスとなっていて、ちゃんと谷間を確認できる。さらにタワワを比較する上で重要な下乳はかなりのものなんですよ。確かに前回の花嫁衣装でも解説したけど、あのウェディングドレスは胸を控えめに見せるオフショルダータイプのウェディングドレスにもかかわらず、豊かになってるもんな。このことからかなりのデカさがわかるのでランキング7位とさせていただきました。それにしても10代ぐらいの少女にしては育ちすぎだよ。マリサさん。これが奇跡の力なんですよ。勝手に奇跡の定義を変えないで。それでは、次に紹介するタワワランキング第5位は八坂かな子です。北条の巫女もすごいが北条の神はさらにすごいぜ。まず、かな子様の元ネタは八坂刀梅神という神道の女神で、祭神でもあるんですよ。そして公式的にもかなりでかく、漫画東方茨河川ではあの河川を凌駕するほどに大きく書かれていますね。露出度の少ない服装が多いから気づかなかったけど、確かにでかいな。ロスワでは初期のかな子様がめちゃくちゃでかい。多分巫女であるさなえをでかくした分、かな子はそれ以上に大きくしないといけないと思い張り切ったのでしょう。その説は確かにあってそうだな。さすがに大きすぎたのか、他のかな子は控えめになりつつありますが、どれもでかい。しかしやはり L1 かな子は半端じゃないほど大きい。石板機の頭を入れてるんじゃないのかってぐらいでかいですよね。どういう状況だよ。そんな豊かなものを携えたかな子様に対する反応としては、初期に登場した反応としては、思ってたよりでかかったが、よし。すごくかっこいいと思うからもうちょい乳抑えて欲しかった。といったようにそのあまりのでかさに衝撃を受けた人たちがたくさんいますね。そのこともあって控えめになってきたのね。あと若干お姉さん感が強すぎましたよね。キャノンボールのポニテかな子様ぐらいにして欲しかったのですが、差別化するためにこうなったのかも。わかる。キャノボのポニテかな子は23歳ぐらいのベストポジで可愛すぎたよ。かな子は露出度が控えめな衣装が多くて少し判断がつきづらいので、もしかしたらさらに上に上がるかもですが、第5位とさせていただきました。やはりかな子様は美しい。さすがは東方人気投票ランキング10位なだけありますよ。ちゃんとライバル部門もつけようか。さてさて、ロスワタワワランキング第4位は八雲ゆかりです。ロスワのゆかりはでかくて安心しました。八雲ゆかりというとサイコさんの妖怪と言われるだけありお姉さん感が強いキャラですよね。ただ以外にも東方水無双、奇想天ではかなりスレンダー。しかし公式漫画の東方暴月賞では非常に豊かになっていて、パッと疑惑があったりしたのです。ロスワではそれを覆すかのごとく谷間を強調したデザインで非常に豊か。見事なデカさですよ。しっかりした乳もあってスタンダードにでかい。また谷間の前にリボンがあったりとロスワさんかなり狙ってますね。また会長衣装の八雲ゆかりはあざとらしいポーズとなっていて、非常に大きいことがわかります。ゆかりん狙いすぎやしないか？しかし、
こっちもかな子と同じように最近は控えめになりつつありますね。スタイルよりかっこよさを重視し始めたのかな。初期の反応としては、少女なゆかりんは公式でしか見られないからつれわ。ロストワードのゆかりさんは30前半くらいに見える。といったようにかなりお姉さん感が強すぎたようですね。確かに少女とは言い難いから控えめにし始めたって感じか。しかしこういう母性感溢れているゆかりもいいんだよな。また新たな新衣装をお待ちしています。レースクイーンのゆかり様が欲しいです。もはや対象年齢3歳児向けじゃなくなるでしょ。ということで、たわわランキング第3位は奥野田みよいちゃんです。みよいちゃんは、さっきのゆかりとかな子の反省点を改善して生まれた産物って感じだよな。あ、そうそう。みよいちゃんはゲーム作品ではなくて、漫画作品の東方水長家の主人公、人里にある酒場芸丼亭の自称看板娘です。一見普通の女の子に見えるんですが、正体は座敷わらし。芸丼亭を妖怪から守るのが仕事と言っているんだよな。そして実はこの東方水長家はかなりのエッ漫画で、その主人公を務めているだけあって、非常にセクシー。しかもみよいちゃんは年齢的にかなり低い感じがするよね。レイムやマリサのことをさん付けで呼んでいて、レイムやマリサからはちゃん付けで呼ばれていることから見た目はレイマリよりも年下の可能性もあり得ます。それにもかかわらず、胸は歴代でもトップクラスにでかい。なんと言っても公式的にそうなのよね。そう、そのためロスワでも張り切って非常に豊かにしてくれました。ロスワのストーリーで初めて出会った時はかなり近くまで接近してあやしてもらえるという名場面があるんですよ。この時タワンの胸が近づいてくるもんだからドキッとした人は多いだろうね。そしてなんといっても、みよいちゃんといえば、C さんのみよいちゃん、かなりでかいことは分かっていましたが、水着エプロンというなんともけしからん衣装を身にまとったことで、その破壊的な胸が明らかになりました。いつものメタグロスがメガメタグロスにメガ進化だと？今までお姉さんキャラでタワワキャラはいましたが、ロリででかいというのはなく、歴代のお姉さんキャラたちだけに与えられた境界を壊して、入ったんですよ。可愛い顔してなんて爆弾抱えているんだ。なんと言っても可愛い、女子力の高さでも、ナンバー1と言っていい。しかも面白い性癖みたいなものも持っていて、なんですよ。詳しくはこちらを後で見てみてください。そんな水着みよいちゃんの反応としては、何かメモ取ろうとしたけどペン忘れた設定にして、胸に挟まってるペンを借りたい。3歳児が見てもいい限界を攻めてる。水着を2つ重ねることで水着1つでは抑えきれないデカさを表現するとは。といったように、かなり衝撃を受けたプレイヤーたちが多いですね。私も正直、新年キャラよりパイオツにみよいちゃんに目が行きましたもん。あとこの衣装でエピックとして実装されたのがすごくいいぜ。強いキャラはかっこいいデザインのキャラが多いので、こういうのも非常にいいですよ。それにしてもなんと見事なマシュマロなんだ。これだけでご飯50杯はいけちゃいますよ。おかずとして重宝されているようです。さて続いてタワワランキング第2位は小野塚小町です。キア小町がヤバすぎて希望のお面なんだよ。まず小野塚小町というキャラクターが、初めて図絵ででかく描かれた可能性のあるキャラ。しかも奇想天でも登場した時は、あの組の中で間違いなくナンバーワンのデカさだったぜ。そんなこともあって小町は二次創作ではタワワキャラとして人気のあるキャラクターなのよね。上司の四季様が小町を羨ましがるというのが鉄板。まず通常でもあまりにもデカすぎる。正面立ちになると際どすぎてアウトになりそうだから横立ちにさせてるよねこれ。大きすぎて下乳どころか横乳もできてしまっているというデカさ。これは第2位にふさわしいですよ。そしてなんといっても小町を語る上で忘れていけないのが、チア小町。下から見下ろしたアングルとなっているんですが、その破壊力はマスパも凌駕するほどでしょう。旗を振っていることから、胸が揺れている表現になっていて、まさにタワンとなっているよ。衣装がめちゃくちゃ可愛いのでこれを着させたいために小町狙いでガチャを引いた人も多いでしょう。この衣装のネットでの反応としては、やめてくれ、小町。そのデカさは俺に聞く。小町ちゃん、何とは言わないけどでかいし、ムチムチだし、超似合ってる。といったように、かなりチア小町の影響力が強いことがわかりますね。小町のイラストとかチア衣装にしている人結構いるしね。ということでこの素晴らしい小町チは間違いなくロスワでトップクラスでしょう。それでは LBC、タワワランキング栄えある第1位は、そこの席を譲ってほしい牛崎うるみです。どんなキャッチコピーなんだよ。もう言わずもがな、うるみといえば父。服装は牛の模様の上着を羽織り、その下はフリルのついた黄色に黒縁の衣装となっていて、ノースリーブ、東方では珍しいへそだし、ズボンも上は膝までで、靴は小さな鎖のついたサンダルとかなりの軽装。漁業をしているだけあってセクシーな水着っぽい服装となっているぜ。かつては人間を襲い、赤ん坊をかたどった石像を抱かせ、それを重くして水中に沈める恐ろしい妖怪でした。うるみは美人なんだが妖怪らしく恐ろしいところもあったんだ。しかし最近は落ち着いたようだよな。そう、
現在は三途の川で漁業を営んでいて、死神の保護なしで川を渡ろうとすると、絶滅した超巨大魚や死鳥竜が襲ってくるのですが、この子たちを飼いならしていて、時折幻想郷に売りに行き生計を立てていますよ。ウルミ、ネッシーみたいな巨大怪物を飼いならしているのかよ。元ネタは竜気という妖怪で、美女に化けて引っかかった獲物を襲うという、まさに釣りの極意を理解している妖怪ですね。そして、胸元には石の赤子を抱えていて、これが竜気と濡れ女の両方を表す象徴になっていますよ。子供を大切にするところから、一面ボスのエビスエイカとのカップリングがよく見られるよね。また奇形獣のサウンドルームではお姉さんキャラと言われているので、胸も他のキャラよりも豊かになったのでしょう。まだ数は少ない牛キャラなので彼女を中心にミルクネタもいくつかあって、今後の人気の伸びに期待がかかるキャラでもあるんですよ。またウルミは実は竜気という日本の数いる中でも大妖怪なので、実力を隠し持っている可能性があるし、東方の鬼キャラは優遇されるところがあるから今後まだまだ活躍する余地はあるから期待のキャラだぜ。そして何よりもズネでは珍しい素晴らしいパイオツをお持ちしています。やっぱり牛子だけあって東方史上最大級のバストの持ち主だよな。ズネの時点でここまでくっきりはっきり書かれているのはウルミぐらいでしょうね。衣装の上からでもくっきりとわかることからも、間違いなく公式タワーキャラだね。そしてロスワでは確かに谷間もできていて、でかいのはわかるんですが、赤子を抱えていたのでその大きさがわかりづらかった。しかし新衣装でその本来の宝力を披露。これは白か黒かで言うと黒です。牛だけにね、カップで胸を隠すだけという、間違いなく歴代でナンバーワンの露出度を誇り、さらに胸と胸の間に紐を通すという、けしからんすぎる衣装。車のシートベルト方式で、胸に紐はドキッとするんだよ。だからログインボーナスを受け取る時がめちゃくちゃ辛かったぜ。それにしてもあの胸カップはどうやって浮いているのかが謎ですよね。確かにあれどうなってんだよ。歩いたらパカパカしそうで心配です。でかさはさすがは牛粉なだけあって申し分ない。小町と同じかそれ以上だろうね。しかも垂れ下がらずに、非常に張りもある。これがミンタカパイってやつか。これが最近毎日出てくるので、いつもドキッとしてしまうんですよ。わかる、ログボの時目をつむってるもん。こんな S すぎる衣装を着させて、ホーム画面に置きたくなること間違いなし。私もそうしたかったんですが、そもそもウルミを持ってないんでどうにか欲しいところです。そんなウルミの新衣装に対する反応としては、いけません。これは非常にオセンシティブです。赤い布になりたいです。すごく大きいです。でかすぎる。いいおっぱ、じゃなくて可愛いですね。といったように皆さんも認めるものを持っていて、東方ロスはナンバーワンのタワワキャラでいいでしょう。紐になりたいさマジでわかるわ。最後に第18回東方人気投票ランキングのウルミに対するコメントでは、魅力は胸だけにあらず、他から色々言われようが自分の生き方を貫く姿が素敵。絶対好きな自分が、順への時点で大きいことに驚愕しながらも、それでも可愛いと思えた奇跡みたいなキャラ。髪のグラデーションやふんわりした表情がかなり刺さりました。とのことで、マイナーながら設定やそのデザインの良さから好評を得ているキャラですね。ウルミはかなりマイナーキャラだからこの衣装で認知度が上がってくれると嬉しいな。他のキャラも魅力的なスタイルで素晴らしかったですよ。視聴者さんの推しのタワワキャラがいたらぜひコメントで教えてくれよな。またみよいちゃんの活躍する漫画、東方水鳥花は私のところで紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。